家でできる相対法っていうのを皆さんでちょっと覚えていただきたいなと思ってやっていきます。じゃあまずうつ伏せに腹ばいになります、はい、でまずはバランスを見ます。はい、だらーんとしてね、力抜いて、そうすると案外足の長さっていうのは違うんです。今右と左と比べると右足の方がちょっとこう短くなっている。ここを見ると分かります。ちょっと短くなってますね。短くなっている方の足がどうしても普段こう引っ張って歩いている感じになります。ここを触ってみると右と左の押した感じどうですか？右と左、どっちがきつい？そんなに差はね。そうですね。ちょっとここの張ってる感じが少し違うかな。わかる？右が少し張ってる感じね、が出てきています。で、お顔を右向きます。さっきと同じ右足が短いです。はい、左足左向きます。で、ちょっと微妙ですけど今左向くと左の方がちょっと短くなりました。で、これはなんでかっていうと、首のところが少し張りが強くなってきてるんで、ムチ打ち症なんかの交通事故のムチ打ちでも同じようになりますけれども、ちょっと左に向くと首のところが張りが強いんで、左足がこう引っ張られてるんです向こうに。そんな感じで、うつ伏せで、足の長さを見るだけじゃなくて、お顔を右向いて左向いてっていう動きだけで、首の方に今度これ右向くとちょっと右が短くなってます。そうすると、うつ伏せで見ただけで首にムチ打ちがあるかないかっていうのもこれで見ることができます。足のマッサージから始めます。これも、一人でもできます。一人でやるときには、椅子に座って片方膝を抱えてやってくれればいいんですけども、まずは、僕はやってみましょう。ここをしっかりホールドします。押さえます。で、指の付け根を押さえる感じでかかとの方に向かって少しこう押し込むような感じで回していきます。全体にこう体が揺れているのが分かると思うんですけれども、これただこうやって回してるだけだとこれはあんまり気持ちよくないでしょ。これだと筋肉があまり揺れないんで、気持ちいい感じしないです。で、ちょっとこう深く押さえて、でちょっとかかとの方に押し込むように回してあげると頭のてっぺんまでずっと揺れてきます。そうすると実は筋肉っていうのは強く押したり強く揉んだり叩いたりしても、深いところの筋肉までは揺らわないんです。こういう揺らしてあげるっていう動き、この後にマッサージでも出てきますけれども、強く押すんじゃなくて筋肉を揺らしてあげると深いところの筋肉まで全部一緒に揺れてきます。で、だんだん指は映ってますけれども、全部同じです。こう指の付け根をこう掴んで少しかかとの方に押し込みながら軽く回してで、この手が大事です。この手がないとグラグラします。ここ持ってあげて、ご自分で一人でやるときも足を内側からこうホールドして反対の手で回してあげる。で、今度足の裏の方の指圧に入ります。指圧って言ってもこの骨と骨の間、中足骨って言いますけども、骨と骨の間を押すっていうよりもこう押さえる程度、この指の腹を使って横を使って押さえる程度。よくギューってこう押すのあるじゃない、棒で押したりさ、あとすごくなんか強くギューギューってやってるじゃん。そうすると筋肉っていうのは細い繊維の集まりなんで、強く押すと筋肉の繊維がプツプツプツって切れるの。あと足の裏には、毛細血管も多いし、末梢神経も多いんで、そうすると強く押してしまうと筋肉を痛める方が多くなっちゃう。で、こう押さえる感じ、押さえる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 。どう？こんな感じ。いいですね。 How do you feel? いい感じ。痛くないのに、
ほぐれていくっていう感じですね。痛くなくてもこうほぐれてくる感じでしょ。でここしっかりかかとをホールドして、この足首を回してあげますけど、これも左右回して、どっちが楽？両方大丈夫？こっちの方が、こっちの方が楽そう？はい。そしたら楽な方だけゆっくり回してあげます。ちょっとこれもちょっとこう押し込む、少し押し込むような気持ちで。でここから足のこのすねのラインとこのふくらはぎのラインの、マッサージをしますけど、これも、揉むっていうよりもここで手のひらでこう手のひらでこう掴んでホールドして押さえてあげる。こう押さえるプッシュじゃなくてプレスする。押さえる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 。気持ちいいでしょ。今度はこのふくらはぎのラインをやっぱり同じようにここでこう手のひらで押さえて、はい、でお膝曲げます。でここにこう筋肉がこう縦に走ってます。この縦に走ってる筋肉を横に揺らしてあげる。特にこの関節の近く、関節のところには筋肉が全部くっついてますから、そこのところをギューってギュッ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 じゃなくてこう押さえて揺らしてあげる。気持ちいいでしょ。そうするとこの一本の一つの筋肉の繊維をラインを揺らしてるだけでずーっとこう他の筋肉も全部揺れてくる感じ分かります？そうするとそんなにこう力を入れてギュー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 やらなくてもすごく楽に、自分でやるときはこう押さえて、これだけでもいい。こういうふうに押さえて揺らすだけ。特にこの関節の近くは細かいところは指先の腹を使ってしっかりこう押さえて揺らす。でここは得意じゃないね。ここくすぐったかったらいいけど、こういうところもこうちょっと押さえてこう軽くこう揺らす感じ。こう揺らす感じ。自分でやれば自分でできるんだけど、やってもらうと気持ちいいんだよね。でこういうそういうこういう細かいところ、外側のライン、こんな感じ。反対側から押さえて同じです。左手と右手と両方使える人、使えない人はちょっと反対側やりにくいかもしれない。左手と右手を使えるようになるのも練習ですからね。で足の裏側で裏側なんだけども、このやっぱりこういう手のひらでこういうふうに動かす。皆さんこう普段の生活でも物を掴むときに意識しないで使ってる人は指先で掴んじゃう。指先で掴む仕事をしてるとすぐ腱鞘になって疲れちゃう。で手のひらでこう掴む。これ狐の手って言ってますけど、この手のひらで掴むようにする。そうすると手のひらで掴むようにすると、実は手の神経っていうのは、等速神経、正中神経、尺足神経って3つ神経があるね。そうすると指で掴んでる人はここで掴むかここで掴むかだね。そうするとすごく疲れちゃうね。片方の神経ばっかり使っちゃう。ところがこうやって掴むとほら手に力入らないでしょ。こう曲げれるでしょ。グーしてみて。グーするとほら曲がんないでしょ。あとこうやってやってもこれでも曲がりにくいね。でもここを使うと3つの神経が程よく使ってるんで筋肉が緊張しないで力が入る。だからここの手のひらで握るって結構大事なのね。
で少し足首を回してあげます。どっちが楽？こっちの方がいいですね。楽そう？はい。うん。こっちだとちょっと硬い。はい。楽な方に回します。で、このラインを少し手のひらで握るような感じ。このふくらはぎのライン。はい、お膝曲げて、ちょっとこう開いて、こんな感じ。こんな感じで少し大雑把にこう押さえて全体を揺らしてあげるだけでも気持ちいいでしょ。できればもう少しこう関節の周りは今度指の腹を使ってこう揺らして。自分でやれば自分でできるんだけど、やってもらうと気持ちいいんだよね。でこういう細かいところ、外側のライン、ここまでやるとすごく気持ちいいです。はい。でここまでで足のマッサージおしまい。足先の相対方からいきます。筋肉が緊張すると膝の裏側にしこりができてきます。膝の裏側を触ると、ここが凝ってるなっていうのが分かるんです。慣れるとこうやって触りながら、ここで緩むのね、ここで緩むのねっていう場所が分かりますけども、お家でやるときはなかなか分からないんで、この辺からいきましょう。はい、つま先上げてギューッといっぱい上げて、ここを軽く押さえてあげます。でストンと落とす。もう一回軽く押さえてあげます。ストンと落とす。もう一回軽く押さえてストンと落とす。というと3回ぐらいやったらちょっと足の位置をずらします。はい、打ってあげて、でこのまま自分で上げてみて、そうすると力がちょっと入りにくい。で軽く押さえるとどう？力入りやすい？はい、ストン。はい、上げてきてストン。もう一回上げてきてストン。はい、今度もう一度です。この辺まで来ると、はい、かかと上げてみて。こっちが楽な時もあるし、はい、下ろしてつま先上げて、どっちが楽かしら？こっちの方が楽。かかとの方が楽？じゃあかかと上げて軽く押さえてあげてストン。軽くちょっと押さえてあげてストン。もう一回軽く押さえてあげてストンってやると、今度さっきのコリコリした感じどう？楽になります。楽になった？いい感じ。はい。つま先を内側に外側に。これどっち楽？こっちのこの方が楽？じゃあ楽な方にぐーっと押して、ここで軽く押さえます。ストン。もうここまでしか動かないんだけど、はい、ここで力入れてって言っても力入りにくいでしょ。そうですね。で力が入りにくいから軽く手を添えて軽く押し返してあげる。ストン。軽く押し返してあげる。ストン。はい、もう一回軽く押し返して、この手も大事です。この手ここにあった方が力入るでしょ。はい、ストン。もう一回視点を作ってあげる。はい、ストン。ポイントをここで力のパワーポイントを作ってあげると、はい、押してストン。はい、今度どう？はい、楽です。そうすると左右のバランスが取れます。内外、今度は大きくひねります。内外。外が楽。はい、外に押してきて、今度は外にここでちょっと押し返してあげる。ストン。軽く押し返してあげる。ストン。もう一回軽く3、2、1ストン。はい、今度ははい、楽です。大丈夫そう？はい、いいですね。でこっち行きましょう。内外。これどっち楽？内が楽。はい、楽な方に軽く押し返して3、2、1ストン。はい、3、2、1ストン。もう一回3、2、1ストン。はい、開いてみてどう？はい、楽です。いいですね。内と外、これどっち楽？外の。そうですね。ここでちょっともうこう抵抗もありますよね。はい、外に開いてみて3、2、1ストン。3、2、1ストン。
3、2、1ストン。はい、今度ははい楽ですね楽になったった、はいこれ自分でもできるんだけど、例えばこうクッションを置いて、はい、押してみて、はいギューッと押してギューッと押してストン、ギューッと押してストンってやると一人でもできるんだけど、ちょっとこう手を添えてあげると運動の方向が、はい、そう押してみて、運動の方向がぶれない、ストン、深くストンっていうとやりやすい、力が入りやすいですよね、はいそうするともうほら引っかかりなくなったでしょ、こんな感じで筋肉が緊張がニュートラルな状態に戻ってくるんです。右足左膝曲げて、左膝曲げて、内外、これどっち楽？外がここが楽ね、で外に押して、ここで軽く、ここまでしか動かないんだけど、ここで動かないところでストン、ここで軽く力を押し返してあげる、ストン、OK、軽く押し返してあげてストンやると、はい、内どう？はい楽になりました。楽になった？はいでこれなんで楽になるかっていうと、筋肉は勝手に緊張するわけじゃなくて、絶えず脳との情報のやり取りをしているんです。そうすると、いつも何かの原因で同じところに同じように負担がかかってると、緊張しなさい緊張しなさいっていう脳から筋肉に行く情報がずっと出っ放しになっちゃう。そうすると、ニュートラルな状態に戻れなくなっちゃう。で開くでしょ、はい、内持ってくるでしょ、これどっち楽？こっちがこっち側ですね。で今度は内側の方にここで押して3、2、1ストン、はい、3、2、1ストン、もう一回3、2、1ストン、はい、今度開いてみて、どう？はいこう見てわかるぐらいこう開くようになるでしょ、そうすると今この楽な方にぐーっと緊張しなさいって情報を出すことによって、今まで出てた、反対側の筋肉こっちに開いた時にちょっときつかった、緊張しなさいって出た情報が反対側楽な方に動かすことで、その情報が治ってるんです。だから筋肉を治してるんじゃなくて、実は脳の中から出てる情報を整理してるんです。そうするとすぐニュートラルな状態に戻れる。こっち倒して、はい、反対こっち倒して、これどっち楽？こっちの方がこの方が楽？はい、じゃあここで押してきて、ぐーっと両膝を押して倒して、こっちに倒して、そうそうそう、3、2、1ストン、3、2、1ストン、もう一回3、2、1ストン、はい、今度こっち倒して、どう？はい楽になりました。楽になった？はい、はい今度これとこれはどっち楽？こっちそっち楽？はい、ここの骨盤の動きです。この骨盤をこういう動き、こっちの方が楽ね。こう楽な方にずーっと持ってきます。でぐーっと自分で押してみて、はい、ストン。これも一人でもできるけどちょっと力入りにくいよね。はい、ちょっと押してきて、ここで軽く押さえてあげます。はい、ストン。はい、こっちを押して、こっちは引いて、はい、ストン。もう一回、ぐーっと、はい、ストン。はい、今度やってみて、どう？はい動いた？はい楽になった？うん、こんな感じ。今度おへそを引いて、お尻ちょっと持ち上げて、この感じと、はい、お尻下げて腰を反らして、この感じ。これどっち楽？こっちの方が楽です。で楽な方にぐるっと反らして、はい、ストン。もう一回ギューッと反らして、はい、ストン。もう一回ギューッと反らして、はい、ストン。はい、今度おへそを引いて、お尻上げて、今度どう？はいいいですね。大丈夫ですか？はい、いいですね。はい、こんな感じ。はい、もうちょっといきます。今度は足を曲げて、ここ角度をちょっと変えます。はい角度を変えていくと使ってる筋肉が変わってきます。内と外、これどっち楽？こっちの方がはい、楽な方にここで3、2、1ストン、3、2、1ストン、3、2、1ストン。はい、今度ははい楽になりました。取れた？はい大丈夫だね。はい、はい、この角度で。これも自分でやるときはちょっとこうお布団とかに足を乗っけてやれば角度を変えてできます。内と外と、これどちら楽？こっちの方が楽ね。はい、楽な方をぐーっと押して3、2、1ストン。これも
ここ例えばこう比べてみて外が楽だけど、ここまで来ると痛いなと思ったらあるでしょ。でもこっちの方が楽だったら痛くないところまで、例えばここだったらここ、はい押して3、2、1ストン、3、2、1ストン、3、2、1ストン、はい、内側どう？楽になったね。で何回かやってだんだんこっち側ここまで全然楽と思ったらここまで今度やってみよう。はい、ここでストン、はい、ここでストン、OK、ここでストン、はい。どう？はい、変わりました。変わりました？はい、はい、両膝曲げて、また今度ここの角度で、はい、右足踏んで、左足踏んで、これどっち楽？右の方が楽。はい、右踏んで、ストン、右踏んで、ストン。角度が変わったら楽な方向が変わったでしょ？はい、今度どう？はい、変わりました。こう両膝揃えて倒します。倒します。これどっち楽？こっちが楽です。じゃあこっちグーッと押して、3、2、1ストン、3、2、1ストン、OK、3、2、1ストン、はい、今度どう？はい、変わりました。だけやった？はい、変わりました。もう一つ。今度もう一つ深い角度で、はい、外と内、これどっち楽？外が楽です。外ここで3、2、1ストン、3、2、1ストン、はい、3、2、1ストン、今度どう？はい。だけやった？楽になりました。見たね。はい。内と、はい、外。これは？外です。じゃあここで3、2、1ストン、3、2、1ストン、はい、3、2、1ストン、はい、今度どう？楽になった？取れたね。動いたね。すごく楽になったよね。はい、膝曲げて、はい、ここで右足踏んで、左足踏んで、これどっち楽？左ですね。こっちの左側ね。はい、じゃあ左踏んで、ぐーっとストン、はい、ぎゅーっとストン、もう一回、深くストン、はい、今度は？はい。楽になった？はい、楽になりました。こう倒します。はい、反対こっち倒します。これどうでしょう？右の方が楽。この方が楽？はい、こっちずーっと倒して、ストン。倒して、ストン。OK。倒して、ストン。はい。どう？大丈夫そう？はい。どう？はい、大丈夫です。大丈夫？はい。そうすると、今、こう、足の角度を低いところからだんだん上げていくと、上げていく角度によって動きやすさが全然違ったりする。使う筋肉が違うんです。楽な方に動かすと、不思議なことに筋肉はニュートラルな状態に戻るんです。でそれは脳がいつも緊張しなさいって同じところに負担がかかって出てたのが、脳からの情報が変わったらパッとニュートラルな状態に戻れる。案外皆さんいじめるの好きなのね。痛い方にばっかり動かすのよ。で痛いところは覚えてるのよ、自分で。私はこっちにあると痛いとか、こっちは硬いとかね。でそうすると硬いところから始めるじゃない。痛いところから始めるでしょ。ストレッチングとかラジオ体操とかヨガとかね。ここが硬いからここ頑張ろうって。でそうすると痛いって瞬間が脳に行くと、脳は危ないって感じる。で危ないって感じた瞬間に緊張してもっと守ろうとする。だから毎日同じところ、毎日同じようにストレッチングしてるのに毎日硬いのよ。でそれやめましょう。楽なところは得意になって、痛いところは適当にっていうのが大事なんです。痛いことしない。自分が得意なところからどんどん順番に始めていく。はい、ここまでで足のストレッチング、足の相対法はここで一回おしまいです。